1942年6月6日未明、ミッドウェー沖、一人の男が燃える空母と共に海へ沈んだ。その名は山口多門。日本海軍の指揮官で空母の部隊を率いていた。階級は海軍少将、49歳だった。これは当時の実物写真。AI で色を補って振り返ってみる。彼は若い頃、アメリカで暮らした経験があった。だから敵となるアメリカの強さをよく知っていた。そしてこれからは飛行機が戦争の主役になると考えた。そんな彼がミッドウェーで大きな決断を下す。味方の空母3隻を失いながら、たった1隻で敵へ向かった。勝てる見込みはほとんどなかった。それでも彼は戦うことを選んだ。これは山口多門という一人の男の物語である。山口多門は1892年に生まれた。若い頃から飛び抜けて優秀だった。海軍の学校ではいつも成績は上の方だった。卒業の時は同期の中で2番目。その後の上級の学校も2番目で出ている。頭の良さは海軍でも指折りだった。だが机に向かうだけの男ではない。声が大きく、決断が早かった。部下は彼を戦う将と書いて闘将と呼んだ。厳しいが情に熱い。一度決めたら迷わず突き進む。その背中に若い士官たちは憧れた。いずれ海軍を背負う男だと誰もが見ていた。山口は若い頃、海軍からアメリカへ送られた。有名なプリンストン大学で学んでいる。当時の彼を AI で色を入れてみる。そこで彼が見たのは桁違いの国の豊かさだった。道には自動車があふれ、工場は休まず動く。物を作る力は日本の何倍もあった。野球を楽しみ、アメリカ人の友達もできた。だからこそ彼ははっきりと感じていた。この国を本気で怒らせてはいけない。長く戦えば日本は物量で必ず負ける。アメリカを見た者だけにわかる冷たい現実だった。帰国した山口はある考えに行き着く。高い建物が立ち並び、街は活気にあふれていた。国の大きさが日本とはまるで違った。日本が勝つために必要なのは飛行機だと。当時の海軍では大きな戦艦が主役とされていた。分厚い装甲と巨大な大砲で撃ち合う。それが海の戦いだと誰もが信じていた。だが山口の考えは違った。これからは空から攻める時代だ。船の上から飛行機を飛ばし敵を叩く。その飛行機を乗せる船を空母と呼ぶ。山口は空母こそが主役になると確信していた。周りにはその考えを笑う者もいた。飛行機など戦艦のおまけに過ぎないと。それでも彼は考えを曲げなかった。やがて山口は2つの空母を任される。飛行機は年々速く強くなっていく。山口はその変化を誰よりも見ていた。飛龍と双龍、その部隊の司令官となった。これが山口の率いた空母飛龍。AI で色を補ってみる。甲板の上に何十機もの飛行機を乗せる。当時の日本で最も新しい空母の一つだった。もう一隻の双龍と合わせて二航船と呼ばれた。二つの航空戦隊という意味である。何より乗っているのは選び抜かれた搭乗員たち。その腕は世界一とも言われていた。山口はこの部下たちを深く信頼していた。若い兵の名前もよく覚えていたという。厳しいが誰よりも部下を思う指揮官だった。飛龍と山口、そして部下たち。飛龍は彼が勝旗を掲げる機関となる。この一隻から部隊全体に命令を出した。固い絆で結ばれた一つの家族のようだった。1941年12月、太平洋戦争が始まった。当時の空母を AI で色を入れてみる。戦争の始め、
日本の空母部隊は強かった。ハワイの真珠湾をはたき、各地で勝ち続ける。山口の飛龍と総龍もその先頭にいた。半年の間、日本はほとんど負けなかった。勝利が続き、軍の中に油断が生まれていく。敵はもう怖くない。次も勝てる。そんな空気が海軍に広がっていた。だが山口だけは危うさを感じていた。アメリカの本当の力はまだ出ていない。あの国はこれからが恐ろしいのだ、と。飛龍と総龍の搭乗員は特に腕利きだった。だが勝ち続けるほど消耗も積み重なる。勝ちに酔う中で彼は静かに先を見ていた。1942年、日本海軍は次の作戦を立てる。立てたのは山本五十六という人物。日本の艦隊すべてを束ねる海軍のトップだった。その山本に AI で色を与えてみる。狙いは太平洋の小さな島ミッドウェー。この島を攻めれば敵の空母が必ず出てくる。そこを叩いて敵の空母を沈める。真珠湾で撃ち漏らした敵をここで仕留める。それが作戦の本当の狙いだった。だが計画はあまりに欲張っていた。島も占領し、敵の空母も沈める。二つの目標を同時に追う形になっていた。準備の時間も十分ではなかった。敵を甘く見る空気もまだ消えていない。山口はその危うさに気づいていたという。作戦に向かったのは4隻の空母だった。赤城、加賀、総龍、飛龍。当時最強と謳われた空母の部隊である。当時の空母に AI で色を入れてみる。真珠湾を成功させた海軍の自慢の艦隊だった。山口の飛龍と総龍もその中にいた。4隻の空母が堂々と海を進んでいく。甲板には歴戦の搭乗員たちが待っていた。これだけの戦力なら負けるはずがない。誰もが勝利を信じて疑わなかった。だがアメリカは日本の暗号を解いていた。いつ、どこへ来るかをすでに知っていたのだ。罠は静かに張られていた。1942年6月5日、夜明け前。まず、ミッドウェー島を攻める飛行機が飛び立った。108機の大きな編隊である。彼らは島を空から叩いた。だが島の守りは思ったより固い。もう一度攻撃が必要だ。そんな報告が空母へ届く。島の攻撃に手間取る。まさにその時だった。海の向こうから近づく影があった。アメリカの空母部隊がすぐ近くまで来ていた。敵をおびき出すという狙い通りだった。だがその敵が思ったより早く現れた。日本側はまだ誰も気づいていなかった。ここで運命を分ける問題が起きる。飛行機に積む武器をどう選ぶかだった。飛行機の武器には大きく2種類ある。陸の建物を狙うときは爆弾を積む。海の軍艦を狙うときは魚雷を積む。狙う相手によって積む武器が変わるのだ。最初は島をもう一度攻める命令が出た。飛行機には陸用の爆弾が積まれ始める。ところがその直後、敵の空母が現れたと知らせが入る。軍艦を沈めるには爆弾では足りない。急いで魚雷に積み替えなければならない。甲板も格納庫も積み替えの作業で大混乱に陥った。外したばかりの爆弾が床に置かれたまま残る。飛行機もまだ飛び立てる状態ではない。最も無防備なその一瞬だった。そこへアメリカの急降下爆撃機が迫っていた。それは一瞬の出来事だった。上空から敵の爆撃機が急降下してくる。爆弾が赤城に、加賀に、そして総龍に、床に積まれた爆弾と燃料に火がついた。炎は瞬く間に燃え広がる。わずか数分で3隻が火だるまになった。最強だった空母部隊が一瞬で崩れた。総龍は
山口の二光線の一隻だった。炎の中で多くの部下が失われていく。逃げる間も身を守る間もなかった。歴戦の搭乗員たちが炎に飲まれていく。残ったのはただ一隻、山口の飛龍だけだった。味方の空母3隻が燃えている。普通ならここで引き上げる場面だった。だが山口は退かなかった。敵の空母もまだ近くにいる。やられたままでは終われない。全北たちに発進し、敵の空母をはたけ。山口はそう命じた。たった一隻で敵の艦隊に挑む決断である。残った搭乗員たちはすぐ飛行機へ走った。燃える仲間の敵を自分たちが撃つ。部下たちも同じ思いだった。仲間の敵をこのまま見過ごせない。飛龍の反撃が始まろうとしていた。飛龍からまず爆撃機の1体が飛び立った。発進する機を AI で色を与えてみる。狙うのはアメリカの空母ヨークタウン。向かったのはわずかな数の飛行機だった。途中で敵の戦闘機が次々に襲いかかる。多くが撃ち落とされながらなお突き進む。そして生き残った機が爆弾を当てた。ヨークタウンの甲板から黒い煙が上がる。敵の空母は一旦動きを止めた。たった一隻の飛龍が敵に手傷を負わせた。だがそれで終わりではない。わずかな機数での決死の攻撃だった。帰れる保証などどこにもない。山口はすぐ次の一隊を送り出す。第二波は魚雷を抱えた攻撃機だった。再びヨークタウンへ向かう。敵は応急の修理を終え動き出していた。だが搭乗員たちはひるまない。海面すれすれまで降り魚雷を放つ。数本が敵空母の横腹をえぐった。ヨークタウンは大きく傾きついに止まる。この空母は後に海へ沈んでいった。一隻の飛龍が敵の空母を仕留めたのだ。失われた仲間へのせめてもの反撃だった。魚雷を抱えた機は動きが重くなる。低く飛べば敵の弾が雨のように降る。だが飛龍の飛行機ももう残り少ない。夕方近くその時が来た。燃える飛龍を AI で色を入れてみる。立ち直った敵の空母から爆撃機が飛んでくる。今度は飛龍が狙われる番だった。数発の爆弾が甲板に命中する。前の方が裂け、炎が吹き上がった。あれほど暴れた飛龍もついに火に包まれる。午後2時過ぎ、艦は止まり動けなくなった。4隻の空母がこれで全て燃えていた。勝てるはずだった戦いが大敗に変わる。甲板には傷ついた多くの乗員がいた。反撃を終えた飛龍にもう余力はなかった。一隻で戦い抜いた代償は大きかった。山口はその全員のことを考えていた。山口は総員退去を命じた。艦を降りる兵を当時の様子をカラーにしてみる。動ける者は皆艦を降りよう。若い兵たちが次々と海へ移っていく。迎えに来た味方の駆逐艦が彼らを拾い上げた。山口は最後まで甲板に立っていた。そして自分は艦に残ると決めていた。司令官としてこの敗北の責任を負う。燃える飛龍と運命を共にする。それが彼の選んだ道だった。一人でも多くを生かし、自分は残る。司令官は最後に艦を降りるのが習いだった。だが山口は降りようとしなかった。去る兵たちはその背中を見つめていた。退去が終わり、艦長も残ると言った。核と目をという飛龍の艦長である。二人は士官たちと最後の水を汲み交わした。山口は空を見上げていったという。酔い月だ、と。燃える艦の上に静かな月が出ていた。去る部下たちに山口は別れの言葉を残す。達者で暮らせ、生きて、国を頼む。そして艦長と二人、
環境に立ったまま動かない。やがて飛龍は6日の未明に海へ沈む。山口多門49歳。周りの士官も共に残ろうとした。だが山口は若い者に生きよと命じた。未来はお前たちが作るのだと。彼は燃える艦と最後まで共にあった。この一日で日本は空母4隻を失った。ここでもう一度山口の当時の姿を振り返ってみる。腕のいい搭乗員も数多く海に消えた。失われた力は二度と元に戻らなかった。ミッドウェーは戦争の流れを変えた一戦である。ここから日本は守りに回っていく。山口は死後に中将へと進められた。アメリカを知り、空母の時代を見抜いた男。彼が生きていればと惜しむ声は今も多い。敵を知る指揮官ほど早くに失われていった。ミッドウェーは日本人が忘れてはいけない海戦だ。この大敗は長い間国民に伏せられた。勝ったとだけ伝えられたのだ。その海に一人の刀匠が眠っている。それから80年以上が過ぎた。ミッドウェーはハワイ諸島の北西に浮かぶ島だ。今、その海には美しい夕焼けが広がっている。近年、ミッドウェーの海底で沈んだ空母が見つかった。飛龍もその一つだと考えられている。艦は長い眠りについたままだ。山口多門は一人でも多くの部下を生かそうとした。そして自らは責任を負って艦に残った。彼が見上げた月は今も同じ空に出ている。あの日、海に散った人たちがいたから今がある。私たちの当たり前の毎日はその先にある日々だ。山口多門の名は今も語り継がれている。あなたはこの物語のどこに心を動かされましたか？あなたのご家族に当時を経験された方はいませんか？コメントで教えてください。この動画が心に残ったら高評価をお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。